私はまとめてですね、まとめとして、さらなるモアデベロップメントです。モアデベロップメントのためには何が必要なのかというのを、ちょっと私の立場からちょっとお話ししたいと思うんですが、一つはやはり、この国は先ほど申しましたように、非常にマルチな国家なんです。それと IT 先進国、要するに IT のアドバンストカントリーなんですね、ステートなんです。これはどういうことを意味するかというと、魅力のあるマテリアルをたくさん持っている国だ、この国は。して、IT ですから、自らの自分の作品はですね、容易にプロデュースが作ることもできるし、それを送ることもできる。もうある意味で IT 先進国ですから、単純に言えば YouTube なんかでもできるわけですよね。それはお金のかからないことです。というようなことで、もう例えばネットワークの整備指数、インフラストラクチャーのインデックスは、フィンランドと並び、シンガポールは第1位なんです。日本は10位ですね。ということでいきますと、非常に僕はいい材料が揃っている国だと考えると、これですね、さらなる発展のためになんですけど、まずちょっとお話しましたけど、年齢制限のウェイティングとガイドラインというのがあるんですね。年齢制限というのは先ほどの通り PG とか13歳の騎士とか18歳の騎士とか、ここをすごく細かく決められてるんですよね。して私が一番びっくりしてるのはこれなんです。 R21 21歳未満禁止なんですよ。だけどこの国18歳になったら LS でしょ。みんな行かなきゃいけないんでしょ。して要するにいかに人を殺すかっていうことを教育されるんでしょ。もう大人でしょ。それなんでこの上にさらに21歳未満禁止があるの。これ DVD 作れませんよ。それと HDB のエリアのシネコンプレックスがこの映画上映しちゃいけないんですよ、この例では。オンリーセントラルビジネスディストリクトのシアターでしょ。なんでこんなものを作んなきゃいけないのかというのが一つあります。ですからぜひですね、このガイドラインというのをお読みいただきたいと思います。これは日本風に言うとですね、公序良俗をもとにした官僚的思考と僕は言ってるんですけど、要するになんですかね、ソシャルオーダーというか、ソシャルルールっていうのかな。やっぱりこれをしちゃいけませんよ、こういうようなことをやった方がいいですよ、でそのためにステーブルなソサイティが出来上がりますよっていうための一つのルールですよね。これって考えてみれば非常に抽象的でしょ。抽象的ってアブストラクトって言うんでしたっけ。だからこれを本なんか捨てたらいけないよという話でしょ。だけどポンと捨てちゃいけないよというのは何をもって捨てちゃいけないよっていうのはもう明確に書けないですよ。こう要するにそうなんですかな、ディフィニッションが明確じゃないんです。だからこの人たち官僚ですね、この人たちは自分たちの価値観、自分たちのバリューでやっぱりこれはいかんよな言ったら、すいません、この映画のレーティングは18歳未満禁止にしますとか言えるわけでしょ。だからネゴシエーションが行われるわけですよ。だからまず僕はこういうようなところをもうちょっとねリラックスした方がいいんじゃないか。それともう一つ、先ほど申しました低いサポートなんです。これはどうしてこんなに低いのかっていうのは、今やここまでシンガポール映画っていうのがグローイングアップですから大変にたくさんの賞をもらってるんですよ。この短い間に若い人たちが一生懸命映画を作って、そしたらいやどうして僕たち自分たちの映画っていうのをもう一回ちょっとやっぱり見直した方がいいかなというようなことを僕はもう考えてるいい時期じゃないかなというふうに思います。それだけのいいクオリティの映画が作られてきてる。だから私の友達なんかもよく言うんですよね。いやいやお前どうしてさシンガポール映画見ないの、もうシンガポール人だろって言ったら、いやいやいや何しろ入場料高い、映画の入場料高い、10ドルとか損害すると家族みんなで行ったら大変なお金をして一緒に食事したら大変なことだ。だから
ハリウッド映画のコストパフォーマンスがいいってわけですよ。じゃあそれわかんない。いや、まあ難しい映画を家族で一緒に見に行きたくないし、一生懸命考えるよりやりたくないなというふうに思う人がいるということもあると思います。ただやっぱりそれとやはり昔からやっぱり外国の映画っていうのに慣れ親しんでいるというようなところもあると思うんですけど、これはやっぱりもう一回僕は考えた方がいいんじゃないかな。それとやっぱりですね、そういうコマーシャルな映画ではないエクスペリメンタルな映画、インディーズの映画、インディペンデントムービーズですね、これのやるミニシアターがこの国はあまりにもない。日本も映画はあんまり良くないんですよ、どんどんあれなんですけど、ミニシアターはそこそこあるんですよ。ミニシアターも潰れてますけど、まだまだ一定のオーディエンスもいるんですね。ただ僕はここでいろんなジャンルの映画を上映するミニシアターっていうのは今この国では基本的にザ・プロジェクターしかない。この映画館は面白いですからぜひ行ってください。いろんな実験的な映画もですし、非常にマイナーな映画もやってます。